これも尋常じゃないぐらい痛い。どうもクピオです。今から入院します。この右手骨折からだいたい今日で1週間ぐらい経ちました。で今日が入院の日です。はい、じゃあ病院入りました。全身麻酔、これのなんか流れなもらってんけど、手術用の針のため痛いです。痛いんや。痛いって。でこれ手術の直前に打って、でそのまま意識なくなって手術で、手術終わってから15分から30分程度で目が覚めます。でこれで痛みがなく手術ができるっていう、そう人類の英知やな。ほんまに手術中に目覚めることはありません。この目覚めたら怖いな。怖い。はい、病室に着きました。もうクピコは帰りました。一人です。今回なんですけど、個室空いてましたんで個室にしました。1日プラス5500円で個室に移動可能でした。眺めいいですね。なんか気分は癒されます。ちょっとせっかくなんでこの個室病棟の中紹介しますね。ちょっと病院なんで小声になってますがご了承ください。まずベッドなんですけど、これ一人用のベッドでそんなに幅はないですね。後ろのジルのベッドと同じぐらいです。多分横幅80から90ぐらいですね。で長さは結構長いんで2メーターぐらいはあると思います。でこれ面白いのがこの高さ調整電動です。これめっちゃいいですね。で足も上げたり頭上げたりも電動でできます。そしてすぐ上にはこの電球と、あとナースコールですね。なんかこんな酸素とか吸引とかあります。でここテレビがあって、多分14インチぐらいですね。イヤホンを使用してくださいと書いています。でこれ引くようになってて、ここでご飯食べるみたいです。パソコンもできますね。その上これテレビのカードを挿すとこみたいで、テレビは有料みたいです。でその下は引き出し収納で、これはね貴重品ですね。なんか挿して押すとこんな感じで貴重品が入れれます。でこの下が冷蔵庫、引き出し式でもうお茶とかすでに入れています。ペットボトルこれ 500ml そのまま入りますんで、すごい使い勝手いいですね。あと 4,5 本入りそうです。で引き出し式なんでこれキャンピングカーにいいですよね。でもう一個こっち側に入院セットがあります。タオルや歯ブラシ、お箸で、こっち側は歯ブラシ、歯磨き粉、コップなどあります。この紙コップ嬉しいですね。コーヒーこれで飲みます。さあそしてこの個室、なんとこっち側に洗面台とトイレがあります。この洗面台は温水も出ます。でトイレは鍵はなしでウォシュレット付きのトイレがあります。これは助かりますね。さあこれでこっから入院生活始まります。3日間の予定です。でこの後お昼ありますんで、またご飯の時メニューとか取りたいと思います。でここ引き出しパソコンできるんで、自分ノートパソコン持ってきましたんで、ここでパソコンして編集しておきます。はい、お昼ご飯になりました。こちらが本日の病院のお昼ご飯になります。こちら漬物とか白あえですね。でこっち側が、これはなんかあんのようなとろみがあって豆腐のような美味しそうですね。すごい出汁の匂いします。でこちら側は白米でした。でこれは焼肉ですね。これはキャベツですね。こんなメニューになりました。意外と美味しそうですね。で右手使えないんで左手でちょっとスプーンで食べていきます。はい、じゃあいただきます。豆腐みたいなやつですね。いきます。ふわふわで美味しい。次お肉いただきます。結構しっかり味付けされていて普通にご飯と合って美味しいです。はい、ごちそうさまでした。全部食べようと思ったんですが、ちょっと野菜とかがね、なんか味が何もなくて少しだけ残しました。普段の食事、焼肉とか行った時にキャベツとかも焼肉のタレつけて食べたりとかしてるんで、なんかそういうのが恋しくなっちゃいますね。はい、現在夕方の5時前になりました。ずっとね動画編集してたんですけど、自分こういった感じで左手デバイス動画編集の時よく使っていて、で今回こう右手使えないんでよく使っていたんですけど、ちょっと落としちゃって壊れちゃいました。かなりショックです。なのでもう動画編集はやめてゆっくりします。で晩ご飯が多分6時だったんで、また晩ご飯になったら夕食の紹介します。夜はどんなご飯でしょうか。
もう今はそれだけが楽しみです。はい、6時になりました。晩ご飯です。で、今回なんですけど、食べやすいようにおにぎりにしてもらいました。あ、昆布巻きですね。これ富山県の名物のやつですね。で、こっち側が味噌汁で、これは高野豆腐となすび、人参で、これお魚ですね。南蛮焼きみたいな感じで、富山県の食材がふんだんに使われています。すごいお腹すきました。それではいただきます。美味しい。はい、ごちそうさまでした。いや、すごい品数多かったんで満足しました。なんか病院のご飯も夜は結構豪華ですね。明日の朝ごはんも楽しみです。いや、明日は手術なんで朝ごはんなしですね。明日はいよいよ手術です。なんかさっき看護師さんとかリハビリの方挨拶してくれたんですけど、なんか早い人は1週間で治る人もいてるそうです。車の運転が1週間で許可ですね、出た人もいてるそうです。頑張れば1ヶ月ぐらいで、早い人は1週間とか。1週間ですごいですよね。長い人は3ヶ月ぐらいだそうです。なんか足の手術終わってからリハビリこうやって動かしたら治りが早いようです。ちょっと自分もできるだけ早くなるようにいろいろ動かしながら、でリハビリも週に2回ぐらい病院に来てできるそうです。早く治るように頑張ってリハビリします。おはようございます。昨日は寝落ちしちゃいました。で、昨日からですね、痛み止めが手術前は飲めないということなんで、飲めなくてちょっとこれ痛かったんですが、看護師さんがこういった枕ですね、持ってきてくれて、で、腕をちょっと上げて寝たら血液がたまらなくなって、そこまで気にすることなく眠れました。で、昨日の夜9時からもう食べない、飲まないっていう感じで決まっておりました。お水だけはいけるみたいなんで、今日の朝もお水だけ飲んで、で、朝9時までもうゆっくり何もすることないみたいなんで、パソコンや YouTube 見ながら過ごしておきます。病院の個室、初めて泊まってみて感じたんですけど、ちょっとですね、照明が暗いなと思いました。ここ1個と、あとはトイレのとこと、手元ですね。この辺とか天井なんもなくて、基本的にもう夜9時消灯、もうあとは光が漏れないように暗い状態でした。だからもうすぐに眠たくなります。で、このベッドちょっと幅狭いかなと思って寝返りしにくいかなと思ったんですけど、問題なく眠れました。結構やっぱり分厚いというかスプリングみたいなのもあってふかふかで寝心地は最高でした。さあ、いよいよ今日手術ということでなんか緊張しますが、自分は全身麻酔打った瞬間からもう眠るみたいなんで、もう何も感じないと思います。でもやっぱりちょっと不安ですね。もうあとはお医者さんに任してじっくり待ちたいと思います。はい、9時になりました。今看護師さん来てくれて体温を測って、ね、血圧も測って問題ないということで、予定通り本日手術行われるということです。で、だいたい11時半ぐらいから手術のようです。で、前の人の手術の状況によってちょっと多少前後するんで、しばらく今9時なんであと2時間ぐらいですかね、待って感じられます。なんか緊張感が増してきました。いよいよですね。で、この後クピコが多分来てくれると思いますんで、ちょっと話してから一緒に手術室に向かうと思います。はい、お手術終わりました。めちゃくちゃ右手痛い。事故した時と同じ、もしくはそれ以上痛い。大丈夫？あ、痛い。痛いね。頑張ったね。これなんかベッドを起こしたらめっちゃマシになったわ、痛み。なんでやろうな。痛み止め効いたのちょっと分からへんけど、ちょっと痛いマシになったんで、しばらくこの起き上がった状態で過ごします。今日は一日ベッドで安静で。そうやね、腕だからさ、けど、もし交通事故とかやな、足とかやったらもう両方とかやったらすごい痛みだと思うわ。
なんかコメントでもバイクで事故って全身とか人おったよね、想像できへん。想像できへんな。手術室、ちょっと初めて入ったけどね、あ、そっか。すごかったね。もうテレビ見たことある、ピカンって光る赤いライトとか入ってるの。これ1000万する機材ちゃうかっていうとかブロックあってな。ベッドはね意外と狭いね。あ、そうなの。ベッドはもうギリもう転んだら落ちるぐらいの狭さも残されてる。で補助台みたいなの置いてんけどな。でな、上に LED ライトがな、ドア天井に埋め込まれとってな。でそれプラス別にまた動かせる LED ライトみたいな。ピカピカやん。でまた麻酔科の先生が来てるの。で今回なんか女の子でなんか研修っぽかってでそここっちはね女の子に言われていやちゃんと射出してよと思ったけど、まあ先生横につけたからな。ちょっと怖いな。俺が実験台になったんやなって、まあいいかと思って、もう本当にね、これが人類の英知集結してここまで来たんやなっていうのが分かった。もういろんな技術がね入って、なるほどね。すごいいい経験になった。そうやね。これ体験して死んだ方がええわと思った。これ人類の英知を。確かにね、知らん世界やもんな。もう絶対俺一人で考えられへんような機材とかな、技術とかな、もう一人やったら俺絶対手術できへんわ。いや当たり前あ、でもブラックジャックは一人で手術してた。人間ってすごいなと思った。すごいな歴史って、もうほんまになんかすげえっていう驚きばっかしちゃってでまあそれ売ってるその時チクッとしてんけどね、眠くなりますから言われて、そんなわけないだろうと思ったらもう、終わりましたよってやっぱそうやった、ああすごいね。喉が気づいたんな、これ枯れたような。管を入れるって言ってはったから、されちゃうか。寒い日に朝起きて喉イガイガで痛いみたいなのがずっと続いてる、風邪っぽいやつ、そんな感じ、ちょっと痛みがねマシになってきて、よかった。喋るのが一番いいわこれ。そうやな、もうちょっと追って。オッケー。入院中何してた？もうテレビ有料やからさ、見ずにな、パソコンまでいたから開院してから編集速度上げようと思ったら、YouTube 上で編集のやり方みたいなので、時短テクニックとか、そんなずっと見てたの。あ、そうなの。結構得るからまた教えるわ。あ、ほんま？もう一個なんか最近ホットプレートな、煙吸うやつでねんな、水面機能付きみたいな。それめっちゃええな思ってな。それ社長で使えるよ。焼肉の煙すぐ吸ってくれる。それの調べとってな、でポチってんな。あ、ポチった。家帰ったらそれで焼肉しようや。退院祝いにしようか。そうやな。入院中やんな、家とやってること変わらんやんはい、6時になりました。晩ご飯来ました。で今日はもうこっちがで食べれないんでベッドの上で食べるようです。昆布巻きのおにぎりと豚肉ですかね、でキャベツとあとお豆腐とかほうれん草ですかね、あとプリンがあります。結構眠たいんですけどね、やっぱちょっと手がジンジンしますんでなかなか寝れない状態でした。とりあえずご飯食べてゆっくり様子見ます。はい、無事食べ終わりました。ごちそうさまでした。ここにねなんか書いてるんですけど、富山県産のコシヒカリを使っています。味付けは塩分控えめにしているそうです。今回の入院を機に薄味に慣れていただけたらと思っておりますと書いてます。わざと薄味の料理なんですね。確かに味は薄いんですけど素材の味は感じられるんでこれでも食べられます。なんか初日はすごい物足りなかったんですけど、これ続けたらこれはこれでいけそうな気もします。退院してもこれから少し薄味めにするのもいいですね。はい、間もなく9時になるんで寝ようと思うんですが、点滴でつないでるんでこれごと持ってこれ引きずってトイレに行きます。なんか本当もうトイレ行くのも一苦労でズボン脱ぐのも少し苦労しました。じゃあちょっとお水だけ看護師さん呼んで飲ませてもらってもう寝ます。ちょっとまだ腕痛いんですけど早く収まるのを願います。はい、おはようございます。3日目になりました。昨日の夜なんですけどちょっと痛くて眠れなかったんで痛み止め2種類ちょっときついやつももらいました。それとぐっすり眠れました。でまた朝4時頃に痛み止めが切れて痛くなったんでその後はもう6時ぐらいまで起きてました。でまた痛み止めの薬だから4時間ぐらい空けたら飲めるらしいんでもらって飲んで今痛くなくなりました。間もなくしたら朝ごはん来ます。はい、これが今日の朝ごはんです。今日もおにぎりの昆布巻きですね。でイワシですかね、お味噌汁となんかもやしのやつとこれ豆腐ですかね、あとジュースがあります。じゃあこれ食べたらもう間もなく退院になります。とりあえずいただきます。
はい、ご飯食べ終わって今朝の9時です。で、さっき手術していただいた先生とお話しして、でも退院しても大丈夫ということでした。その後リハビリ科の方も来ていただいて、でこの指の動かし方ですね、これを教えていただきました。これ結構頑張ってリハビリしたら早く治るそうです。結構これ指、人差し指とかこの辺は動くんですけど、親指がこの頭骨手術したとことなんか連結してるっぽくてすごい痛いですね。でこの黒いマジックみたいなのは昨日手術前にこの先生がチェックしてました。なんかやっぱあるんでしょうね、事故で左右間違えて手術するの。それもし普通の方を手術されたら最悪ですよね、骨折のとこそのままで。それ防止で集中しているようです。そんで間もなくクピコ到着するみたいなんで、来たら一緒に帰ります。今日退院やな。もう今最後の心電図みたいなのも外してくれて、最後もう一回最後先生が来て、で着替えたら終了っていうところまで来ました。どう痛みは？最初に比べたらだいぶ引いてきてるけど、それでも痛くて、痛み止めの薬が抜けたらすっごい痛い。やっぱそうなんや。でもこれはね、最初骨折した日の初日がこのが痛くて、徐々にマシになっていったから、同じパターンになってるの分かる。だからもう今日よりか明日やか明後日がもう痛いの収まるの知ってるから、なるほどね、頑張れるっていう。経験者は語る。でね、痛み止めいっぱい飲んでくれていいって言ってるから、そうよかったよ。痛み止め飲んでる時はいけんねん。別にこうやってパソコンしてもええかなっていう。で来週抜歯してリハビリして、で早い人やったら本当に1週間で運転した人いてんねんて。猛者やな。片手で運転してきたりだから、リハビリ片手で運転で来る人がおってて、そんな1ヶ月ぐらいしたらいけるんかなっていう気もするし、その辺はリハビリと進行状況やね。そうやね。安全に運転できるようになってからがいいと思うけど、状況見てやね。今回ここから行くでさ、YouTube は見れてんな、スマホとかで。ペットから出られへんけど、なんかすごい旅動画とか自分のやつも見たりしてるけどな。そうなの。そうか、普通にこんだけ自由に車運転して、カメラのボタンを押してでご飯作ってっていうのがどんだけ幸せやったのかってすごい実感してな。ほんまやね。右手一本使えなくなるだけで。こんなに今までやってた、もう普通にやって何も思えんかったことがすごい幸せで10年やったんやなっていうのが分かって、でたまにコメントでも病院でなんか動けなくて注射行ってる気分で見てますっていう人がコメント来とってんの。これこういうことなんやと思って。そうやね。なんかほんまに旅したくなるというか、どこ行きたくなるから、そういうどこも行かれへん人が自分が行ってるような気分になれるような動画もまた作ってみたいなと思って。そうだね、癒しになるようなね。今でもその言葉すごいありがたく感じたというか。ちなみに今ダブルピースってできんの？ダブルピースこれいいっす。ちょっと昨日よりかはまだ昨日よりは経ってきた。ちょっとリハビリしたから。なんかアサリの目みたい。いいっす。全力のピース。帰りましょうか。バイバイ。手触れる？バイバイ。天皇みたいになっちゃう。こっちで。うやうやしいな。はい、手術から2週間経ちました。で、今なんですけど、家族で厄払い。そうです。じゃあ行こうと思います。でも抜歯終わって、こんな感じで傷がちょっとまだあるけど、こっち側もなくて、なんと最近ギプスないねんなもうな。知らんかったわ。もうほんと見た目分からへんって感じ。そうやんな。固定してるけど、今年はやっぱり元旦の震災から解明と骨折だったから、もうこれでね全部役払ってもらって、そうだね。来年向けてまたいいスタート切れるように。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあレッツゴー。着いたね。なんか厳かで雰囲気いいね。そうやね。ここからもう撮影あかんから、終わってからまた撮りましょうか。そうやね。じゃあ行きましょう。祈祷してもらって、こんな札いろいろもらいました。課金したから俺たち。課金って言うな。名前も呼んでくれて。そうね。結構呼んでくれたね。家族全員の名前を呼んでもらってよかった。七五三の人もいっぱいおってな。で次俺たち七五三で来ようか。そうやね。耳のこれで厄払いできたかなと。ねえ、なんかすっきりした気持ちが。なんか鈴とか目の前に鳴らしてくれたけど、その時にすごい入ってきたよな。ね。払ってくれたような気がして。でこれからも頑張って楽しい動画作っていきましょうか。はい。
近くのうどん食べに行こうか。うどんね、いいね。行きましょう。はい。